新アップデートが実装。最終アップデート内容の完全まとめを丁寧にそして詳しく解説していきます。大目玉サルファーキューブの見つけ方やサルファーキューブの細かい仕様、そしてサルファーキューブはいろいろなブロックを吸収するのですが、思いつく限りのブロックを試させて挙動を検証していきます。また開発版のスナップショットベータ版から変更点もありましたので、アップデート速報を追っていただいた方も最終確認としてぜひご確認ください。その他にもアップデートで追加された間欠線の細かい仕様やレッドストーンの挙動など、この動画を見れば今回のアップデート情報に一気に追いつくことができて、マイクラをより楽しむことができると思います。ぜひグッドで応援してください。それでは見ていく。まずは今回の大目玉サルファーキューブですが、硫黄の洞窟に出現します。試しにスペクテーターで飛んでみると、出現確率としては体感値半模した洞窟みたいな感じで生成されている気がする。この硫黄の洞窟の見つけ方はこのように地上に硫黄ブロックが露出してます。なので地上からも見つけやすいです。そしてこのサルファーキューブですが、実際に出会うと攻撃してこないモブとなります。捕まえ方としてはサルファーキューブにバケツを使うと、はい、捕まえることができるんです。なんかね、ドクロみたいなアイコンになりまして、自分の拠点出したい場所にバケツを使うことで召喚することができます。ちなみにこのサルファーキューブ、ちょっと有効モブでバイオレンスですが、一度倒すとチャギン、このようにちっちゃいサルファーキューブに変身します。これスライムとかマグマキューブと一緒ですね。このサルファーキューブ、時間経過で大人になります。一度捕まえてしまえば拠点で増やすことも可能。そしてこのちびっこサルファーキューブ、スライムボールを手に持っていると、これでもかっていうぐらい近づいてきます。でスライムボールをこうやって上げることができて、上げまくると、おお、大人になりました。ただ今ワンスタック連続で上げたんで、ちなみに分裂したサルファーキューブはまだ子供なので成長速度を速められるというイメージでは、この成長したサルファーキューブをもう一度倒してみるとジャギン、また分裂します。無限増殖が可能。一つ覚えておきたいこととしては、スライムボールを上げて繁殖というよりも小さい個体を大きくする成長アイテムと捉えるのが良さそうですね。おら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 、待って、これむっちゃ使うんだけど、これはどういうこと？ 1 個あげてからの時間なのか、ワンスタック食べ尽くすのか。さあワンスタック、はい、もりもり食べてもらえちゃいましたが、時間なのか、ワンスタックなのか。試しに1個だけあげてみよう。よいしょ。ちょっと時間経過で育つか見てみます。さあ時間が、さっきはこのぐらいでもう大人に育ってましたが、時間経過ではなさそう。結構食いしん坊かもしれない。このサルファーキューブにはブロックを与えることができます。このブロックを与えるとブロックの見た目になり、与えるブロックの種類に応じた吹っ飛び方、挙動を見せます。まずは原木などの板材系。挙動としてはこのように、よいしょ、バウンド系です。おわ、すごいね。かなりミニゲームとかでも映えそう。その上でお気づきの方いらっしゃると思いますが、まず叩くダメージ量に応じて吹っ飛び方が変わります。なんで素手で叩くと結構少なめですよね。一方先ほどと同様に斧で殴るとドカーンと吹っ飛んでいきます。そして叩く位置によっても挙動が変化。上ら辺を叩くと結構直線方向に飛んでいきます。さっきはボーンとバウンドしましたけどね。一方で先ほどと同様にサルファーキューブの下を殴ると上に飛んでいく。では次にサルファーキューブの左側を殴ると右に飛んでいきます。そしてサルファーキューブ右側を叩くと左に飛んでいくという挙動。真上から叩くとこのように本当に下にバウンドしていくというイメージ。マジでミニゲームで映えそうですし、今までになかった挙動、本当に楽しい。そしてこのサルファーキューブはフィジカルでもこのように押すことができます。ではいろいろなブロック試してみましょう。お次は土の挙動としてはこのように浮くようなイメージなんで、通常の挙動っていうのが正しいのか分かりませんが、割とベーシックな挙動をします。バウンドも少々ありながらサルファーキューブベーシック。お次は石系。あんまり違いが分かりませんが、ちょっと重たいイメージ。先ほどの土と比べると土はこんな感じで石はこんな感じ。ちょっと重たい系の代名詞といえば鉄ブロック系。これは本当によいしょマジで進まない。そしてお次は真逆のふわふわ系。基本的に羊毛全色で下殴るとふわーっと飛んでいく。土と比べると柔らかい感じの描写。あとバーンって叩いた時にスッとスッと着地するんよね。そしてお次はかぼちゃ系。干し草とかジャッコーランタンなど
この挙動は植物系ですね。殴った時にスピードが出る感じ、結構速いかも。よいしょよいしょ。一度ここで原木とかを試してみるとやっぱ全然挙動違うよね。おおすげえ。お次は氷系。想像つくと思いますが、こう滑ってく感じ、ゆっくりゆっくり滑っていきますし、このような氷系のバイオームで氷サルファーキューブを滑らせるとカーリングみたいに進んでいきます。長距離行くか検証。ゆっくりとした攻撃であってもいきますよ。チュン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 なりまして、さあどん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 マジで一生滑ってく。ただもちろん現実世界と同様減衰していきます。ちょっとガチカーリングみたいな感じでちょっと埋めていって、はい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 、トゥン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 。これ本当にビタッとどこで止まるんだこれ。さあもうすぐ止まると思いきやじんわり止まっていきました。お次はキノコ系。こちら殴るとかなり重たいんですが、結構こちらはなんか重たいというかバウンドしないというか、口らへん下行っても進んでいくだけ。続いてソウルサンドやソウルソイル。音もね面白いですよ。ちょっとこうソウルサンドのウィザーっぽい音というか、ノックバック耐性が非常に高いのが特徴。オラ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 。サルファーキューブにスライムブロック、そして蜂蜜ブロック食べさせることできませんでした。こちら正式リリース版です。統合版も蜂蜜ブロック、スライムブロック食べさせることができません。一方でハニカムブロックは食べさせることができて、よいしょ殴っていくとほら吸着していく挙動わかります？これも面白い挙動。ちなみに銅の電球とかいけんだマジ。よいしょ。金属と一緒。そして物議を醸した TNT。 こちら殴っても通常のね挙動なんですが、近くに動力を持っていったりすると爆発するんです。どういう挙動になるかというと、シンプルにドカンはぜて何もドロップしない。ちょっと今羊さんがちょっと大変なことになりましたが、火打ち石と内金などでもドカン着火させることができます。サルファーキューブの横に TNT を設置して、この TNT で誘爆するのか、ドカン着火して爆発する。次にサルファーキューブ同士の TNT が誘爆するのかをチェックすると、爆発してから誘爆していく。検証事項が多いですが TNT を食べさせて着火した状態で殴ることもできます。なのでちょっとした TNT ランチャーができる。マグマブロックの挙動も面白くて、このマグマブロックに触れるとプレイヤーダメージを食らいます。上に行ってもダメージを受ける。そして通常のマグマブロックであればしゃがんでいればダメージは受けませんが、しゃがみながら乗ってみると、よいしょ、サルファーキューブに乗ることができないのでダメージを受けた状態で弾き飛ばします。なんとスナップショットではできましたが岩盤は食べさせることができません。他にも面白い挙動などあったらぜひ統合版 Java 版仕様違うかもしれませんので、ぜひコメントで教えてください。サルファーキューブは基本的にフルブロックを収集するというイメージです。例えばこのサルファーキューブに鍾乳石与えられませんし、ツルハシや作業台も無理です。金床も無理。つまり私の見立てによると、このような機能的ブロックは吸収することができません。そしてこの硫黄の洞窟にはこのようにね、水辺にはブクブクとしたエフェクトが出てます。私今暗視飲んでるんでね、自分自身になんかモヤモヤついちゃってるんですけど、試しにサバイバルでこのブクブクとした上にエフェクトの上に立つと吐き気がつきます。吐き気エフェクトかなり酔ってしまうので3秒間だけ表示します。せーの、はい、このようになります。はい、これはおつらい、だいぶおつらい。なので吐き気エフェクト注意してください。その上でまだまだ新要素、尖った硫黄という新ブロックも追加されてます。まずこの尖った硫黄重ねることができて建築にも使うことができそう。もちろん石系で垂らすこともできて、基本的には従来ある鍾乳石ブロックと思ってもらって OK です。鍾乳石といえばこのように上にマグマを置いて大釜を下に置いておくと、このように鍾乳石はポタポタ出ますが尖った硫黄は出ておりません。鍾乳石には溜まりました。マグマは増やせない。大釜の上にお水を置いた場合も鍾乳石はポタポタなって、こちらは反応なし。こちらは水も溜まります。そしてこの尖った硫黄はトライデントで破壊して落下させることができる。上級者の中でなんかできそう。落下ダメージももちろんあるので注意。そしてこの硫黄バイオームには読み方新車ブロックと言われる赤いブロックがあるのと、これまで出てきた硫黄ブロック、建築に使えそうです。その上で尖った硫黄、特筆すべきは強力な硫黄ブロックというものが存在。色比較してみるとだいぶ黄色いわけですが、この強力な硫黄ブロックを使ったレッドストーンなども後で紹介。建築ブロックを見てみると今紹
紹介した新車ブロック、階段にもできてハーフブロックや塀、模様入りの新車ブロックや磨かれた新車ブロック、そして磨かれたシリーズからのレンガシリーズも存在。これまで通り石切り台でクラフト可能。硫黄についても同じようなラインナップ。強化された硫黄ブロックですが、先ほどのめまいのお話ありましたが、水源の真下に強力な硫黄ブロックを仕込むと、先ほどのめまいがするブクブクができました。こちらもちろん入ると吐き気がつきます。マジでグワングワンになるので注意。ただこちら嫌なブロックだけというわけではございません。一度破壊して硫黄ブロックを設置する真下にマグマブロックを設置した上に強力な硫黄を置きます。そうするとこのような先ほどと同様にブクブクが出るんですが、一定時間経つとプシャーとこのように間欠泉と呼ばれるガス状のエフェクトが出ます。このガス状のエフェクトですが、プレイヤーやモブを吹っ飛ばします。またこの間欠泉の高さを変えることもできて、強力な硫黄ブロックの上に設置される水源の高さによって間欠泉の高さも変わります。見てみましょう。まず同時に出てくれました。1マスと2マス、これぐらい高さ違いました。そして3マスかなり高い。水源の高さ4マスはさらに高いです。これ相当高いですよ。そしてこの間欠泉が噴出する頻度にも違いがあります。水源1マスから2マス3マス4マスになっていくにつれて、間欠泉が出る頻度も少なくなっていきます。つまり水源1個の方が出てくれて、水源4つはなかなか噴射しない、そういうイメージですね。ではこの4マスにプレイヤーいてみるとどうなるか。ちなみに今吐き気エフェクトグワングワンなんないように消してますが、通常プレイですとうわーめまいもするので注意。ではアイテムダイヤモンドを入れてみました。このダイヤモンドどうなるか、当たり判定を出して分かりやすくしておきます。ズバーンときてアイテムも真上に飛ばされて元の位置に戻る。そしてこの村人さんもドカーンと飛ばされます。そしてこちらさらに遊べます。マグマを下に置いてその上に強力な硫黄、つまりマグマブロックが溶岩に変わったイメージですね。この上にお水を置くと常に間欠泉が出続けるというエフェクトになります。これは建築とかでもかなり使えそうですよね。蒸気機関車とか噴水などでも使えそう。もちろんこの間欠泉にも上に浮遊させる効果ありますので、何か装置みたいな感じで使うことできんのかな。アイディアあったらコメントください。そしてこの強力な硫黄を組み合わせた間欠泉ですが、スカルクセンサーを反応させることもできます。このスカルクセンサーもちろんプレイヤーが歩いたり物音がすると反応してレッドストーン信号をね出すわけなんですが、間欠泉が出たタイミングでもなんとレッドストーンを動かすことができるんです。先ほど申し上げた通り、間欠泉は水源の高さに応じて間欠泉が出る頻度がランダムになります。ということはつまり無人かつランダムに装置を起動させることも可能。こちらもアイディアあったらコメントください。そして新アイテムも追加されてます。廃鉱を見つけたらかなりラッキー。硫黄の洞窟の廃鉱のチェストには、うわーここ入ってない。こっちはどうだ、せーのよいしょ。マジか結構レア。こちらはどうだマジでよいしょ。むっちゃレアじゃないこれは。いやでん先に言うとこのねバウンスみたいなこのレコードが手に入るんですよ。そもそも硫黄の洞窟の中に廃鉱が生成されていて、廃鉱チェストの中に確率で入ってる。この微妙な位置はどうだ。いやナッシング。さあどうだ。マジか。一応とある記事には 42% って書いてあったんですが、やばい全然出ない。マジか。こんな出ない。さあこれはどうだせーのよいしょ。頼んます。よいしょ。あれれちょっとね確率出たわ。1時間10分コマンドで洞窟探しては廃鉱チェスト開いてたんですよ。これかなりレアかも。マジで大切にして。これは見つけた人だけ聞けるということ。ぜひ今回のアップで楽しんでください。ぴょきょチャンネル視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録頑張ってます。ぜひこちらのこのボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。これからもアップデート動画投稿していきます。そして今回のアップデートにまつわる動画はこちらからぜひご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。